お待たせいたしました。公示日にもかかわらずお越しいただきましてありがとうございます。実はですね、ただいまからコーベリエルさんのお話を伺いますけれども、先に壇上というのかこちらに座っている方をご紹介します。私はクラブの、事務局の石川です。お隣がですね、共同通信の編集員の井田哲司さんです。それから一人おきまして通訳は皆さんご存知の通りサイマルインターナショナルの長井鞠子さんです。この前半の部分はもう説明してありますので、もう通訳には通訳はしていただきませんけれども、神戸レーズさんがこちらにお越しいただくのは3回目です。皆さんご存知のように、2011年の東日本大震災を受けて、孫正義さんが自然エネルギー財団を8月に設立されたということで、後ほど出てくると思いますけれども、その当時スウェーデンのエネルギー庁長官をお務めだったコベリエさんがですね、ヘッドハントというのか、その時に、理事長に、請われて就任されたという経緯で、1回目は日本記者クラブでは2011年の12月ですね。2回目は実は2年前のちょうどまた12月なんですけれども、2013年の1月に日本記者クラブがフィンランドとデンマークにエネルギー事情の取材のための取材団を送りまして、その時の事前のブリーフィングをしていただきました。実はこれもクラブの行事に関係してくるんですけども、来年2月に関心が高いドイツとスウェーデンですねを中心に第2回目のエネルギー取材団を組むということになりまして、今同席していただいている井田さんには1回目の時も言っていただいたんですけども、来年も団長としてご専門の環境とかエネルギーについてですねいろいろ教えていただいてますので、今日も皆さんの関心があると思われることをお聞きいただくということで始めたいと思います。冒頭通訳の時間込みでですね1時間ほどお話しいただいて、残りの30分ぐらいを質疑応答にしたいと思います。それでは神戸レイさん、よろしくお願いします。Thank you, and thank you all for giving your attention to this seminar instead of the launch of the election campaign. ご紹介ありがとうございます。また選挙の公示日にもかかわらず、このセミナーに皆さん方注目を払っていただきましてありがとうございます。I will talk about the energy development in Europe and globally with some concrete examples. And I think that we are such a small group still that if there is anything I say that you believe is wrong or incomprehensible or objectionable, please ask immediately. We don't have to wait until after my presentation. 本日私がお話をしようと思っておりますのは、欧州および世界のエネルギーがどのように展開しているかということについてお話しし、そして具体的な例もいくつかご紹介しようと思っておりますけれども、今回は非常にこじんまりとした会合でございますので、私が言っていることが、おいお前の言っていることは間違いだとか、何て言ってるかちっともわからんとか、あるいはそれは異論があるというふうに思われるようなことがあったときには、話が終わるまで待つことなく、私の話を中断して聞いてください。The most important development that I will report on is the industrial learning among renewable energy technologies that have continued to reduce the cost of electricity and, for that matter, heat and cooling from renewable energy.まず私が何よりも大切だと思っておりますのは、再生可能エネルギーの技術という、その技術の学習曲線についてであります。その技術がどんどん学習されるということによりまして、例えば電力でありますとか、あるいは新エネルギーをベースとするような熱や、それから冷房、冷暖房、そういったことのコストが継続的に下がり続けているという事実であります。This diagram comes from a book published in the year 2000 by the International Energy Agency, describing how, in particular, solar and wind had reduced their costs
by increased experience of producing electricity during the 1980s and 90s. And as you can see from the title of the book, the point is that this can be used to design energy policies or energy technology policy for the future. 今スクリーンに載っておりますこの図ですけれども、これは2000年に国際エネルギー機関が出しました本から取ったグラフであります。これは太陽光発電、それから風力発電がその技術を習得する、技術を学習する経験を積み重ねるということについて、どれだけコストが下がったのか、発電コストも80年代、90年代の経験を通すことによって、いかにコストが下がったかということを示しております。そしてこの本のタイトルが示しておりますように、これは今後の再生可能エネルギーに関するエネルギー政策、あるいは技術政策を立てる上でも、この事実というのは非常に役に立つということが、この本のタイトルによっても示されております。The idea presented in this book was simply that by subsidizing solar and wind, while solar and wind is still more expensive than conventional electricity generation, you would bring down the costs so that one day solar and wind would provide cheaper electricity than fossil fuels and nuclear. でこの本が示しておりますアイデアというのはシンプルなアイデアなんですけれども、まず、太陽光、それから風力というのは在来型の発電技術に比べてコストが高いのは事実だけれども、それに対して補助金をつけるということによって、やがてそういったもののコストは下がっていき、いずれかの日には化石燃料あるいは原子力よりもより安価なエネルギーに太陽光も風力もなるということを示しています。If you look at what has happened in the last few years and look at the non-fossil sources of electricity, you see that while renewables and nuclear were of approximately equal size 10 years ago, renewables now supply more than twice the amount of electricity as nuclear in the global market. このグラフが示しておりますのは、世界の非化石燃料の発電の推移でありますけれども、10年前には大体自然エネルギーと原子力というのは、その発電におきましては大体同じぐらいのレベルであったものが、今や世界的な規模で見れば、自然エネルギーというのは原子力の2倍になっているということが分かります。And one of the countries that has contributed most to this development is Germany. And here you see the similar graph for Germany, initially with nuclear as the major source of electricity, but since a few years, renewables supply more electricity in Germany than nuclear. でそれと同じようなことを示しておりますのが、ドイツに関してどうなっているかを示しているのがこのグラフであります。今申し上げたようなことに大きく貢献したのがドイツでありまして、同じように最初は原子力の方が非常にメジャーな発電のためのエネルギー源でありましたけれども、この数年ぐらいは原子力による発電よりも自然エネルギーによるものが凌駕するようになっています。And the increased production of electricity from biomass, wind, and solar in Germany is much larger than the decrease in the generation of electricity from nuclear reactors, making it possible for Germany to grow its economy, reduce fossil fuel consumption, or increase its electricity exports. でここで、指摘することができますのは、バイオマス、風力、それから太陽光、そういったものによる発電の増え方の方が、原子力によって発電される、電力の減り方よりもずっと大きいという事実であります。したがいまして、ドイツにおきましては、経済成長しながら化石燃料の消費を減らしつつ、しかも電力の輸出を増やすことができるという、そういうことが可能になっています。If you look at the development this year, in the first half year, they reduced further nuclear generation, reduced the use of lignite, reduced the electricity generated from coal as well as from gas, while increasing wind, solar, and biomass. Hydropower decreased, but that was not because of any physical installations, but simply because there was less precipitation, less rain in Germany.
この1年間、今年の最初の半年というところでドイツの状況を見てみますと、さらに原子力による発電量が下がっております。それからまた褐炭による発電も下がっております。またおおむね石炭ガスによる発電も下がっておりまして、それからもう一つ下がっておりますのは水力というのがありますけれども、それは何も物理的なその発電所のダムという施設がどうのこうのという話ではなく、端的に今年は降雨量が非常に少なかったということによるものであります。それの代わりに風力、太陽エネルギー、バイオエネルギー、バイオマスによる発電が増えております。This is the similar diagram for the first 10 months, but I'll go on to the next slide, which shows the new net electricity generating capacity in the generator power of new production capacity in Europe last year in 2013 compared to the year before. And here you can see that wind and solar were by far the largest new ways of generating electricity in Europe as a whole. それから最初お見せいたしましたのは、Can you go back to the first one slide before? で最初にお示しいたしましたのは半年のものですが、これは今年の10ヶ月のドイツの進捗を示しているものでありますが、同じような傾向が見えております。そして次のスライド、next slide。で次のスライドが示しておりますのは、欧州の新規電力容量をネットで示しております。これは2013年のものでありますが、前年に比べてどれだけ増えたかということが示されておりまして、これを見ましても、風力と太陽光が飛び抜けて非常に大きな発電のもとになっていることが分かります。And if you look at the whole century since the year 2000, the capacity change in Europe is similar, though the gas-fired power stations did increase over the last decade. Wind is still the largest new capacity. Solar, biomass, and hydro also increased, whilst nuclear gas and oil for electricity generation decreased. And this is Europe as a whole, the whole European Union. これは欧州全体、欧州連合全体を示したものですが、21世紀になりましてからの新規発電容量がどうなっているかということを示しております。大体この変化というのも似ておりまして、この10年間、ガス炊きの発電能力というのは増えております。それから風力、それから太陽光、バイオマス、水力、そういったものが大きく伸びております。そして原子力、それからガス、石油、そういったものによります発電というのは、ヨーロッパにおきましては減っております。As Japan recently has, Germany has had feed-in tariffs for solar PV installations since the turn of the century. And if you look at how the feed-in tariffs have been reduced for rooftops and on-ground built solar installations, you can see a dramatic decrease in the cost and price for solar electricity in Germany during these 10 years. で日本でもそうですけれども、ドイツにおきましても、固定価格の買取制度というのが導入されておりまして、太陽光発電で、この正規の変わり目、2000年ぐらいからそれが導入されております。そして屋根置き、地上置き両方におきまして、このグラフを見ますと、もう劇的にコスト、それから太陽光発電にまつわる、その値段、そういったものがドイツにおきましては下がっていることが分かります。So you see that the idea described in the book I referred to in the beginning on experience curves work well in reality. ということは、先ほど冒頭のところでご紹介いたしました国際エネルギー機関が出しました本の中身というのは、すなわち新技術が経験が蓄積されることによってコストが下がるということを言っておりましたけれども、それが現実にはまさにその本が予言した通りにうまく推移しているということが分かります。And we can actually see here in Japan that similar development is occurring. 日本でも同じようなことが起こっていることを見ることができます。This is the decreased cost of electricity from solar rooftops and the slightly increasing price of electricity paid by households in the last 5 years in Japan.
でこのグラフが示しておりますのは、屋根置き型の太陽光発電の電力のコストが下がってきたという状況を示しておりますし、それから若干その電力価格は、家計部門が払っております電力価格はこの5年ぐらいに少し上がっているということを示しております。And as you can see, if the trends continue, by the second quarter of next year, getting electricity from solar rooftops on your roof will be cheaper than buying electricity from your electricity supplier. でこのトレンドが続くということを前提いたしますと、来年の第2四半期頃には、屋根置き太陽光からの発電電力コストの方が電力会社から購入をする住宅用の電灯料金よりも安くなるということが示されます。This has already happened in other countries, and I think it is an important question to learn to understand the answer to, why solar PV installations in Japan cost twice as much as solar PV installations in Germany, as you can see in this diagram comparing Japan, Germany, and many other countries. でこのスライドが示しておりますのは、ドイツやその他の世界の国々と日本の太陽光発電システムの価格を比較したものでありますけれども、他国におきましては、1枚前のスライドでご説明したような進捗というのはすでに起こっていることであります。これは非常に大事なポイントでありまして、なぜ日本の電力価格というのは、例えば太陽光の電力の価格というのは他に比べて2倍も高いのかという問いに対する答えを見出すためにも、これは重要なポイントであります。It is difficult to understand why PV panels and installations should be that much more expensive in Japan. 日本でどうして太陽光パネル、あるいは太陽光によって発電されたものが非常に高いということは、それだけの開きがあるということはなかなか理解しがたいところがあります。But this development where solar PV has become cheaper than conventional sources of electricity is a dramatic revolution in the global energy industry. でなぜこのような、日本ではないそのよその国々でなぜこのように太陽光発電の方が伝統的な発電よりも安くなったのかというのは、それは世界のエネルギー産業におきまして革命的な変化が起こったからこれが可能になったのです。And in many parts of the world, the last 2 years have been dramatic. This is Deutsche Bank, the German bank's solar industry report early this year, where they predicted that there would be a gold rush in the solar energy industry. でこれがこの2年ぐらい、起こっていることでありまして、今お示ししておりますのはドイツにありますドイツ銀行というところが今年の頭に、太陽光発電産業に関する報告を出したことの抜粋を示しておりますけれども、それによりますと、このソラー産業というのはまるでゴールドラッシュのようにこれからなっていくだろうということが予測されています。And in India, solar PV panels are now reported to produce electricity at 8 yen per kilowatt hour. 1キロワットアワーあたり8円で電力が生産されている、発電されているということが報告されておりますのは、このインドの太陽光パネルに関する記事であります。Making solar cheaper than coal-based generation, at least when based on imported Australian coal. 少なくともオーストラリアから輸入されております石炭価格に立脚した上での石炭炊きの発電コストに比べますと、もう太陽光による発電のコストの方が安くなっております。In Brazil, a procurement of new power resulted in solar electricity winning the contract at a price of about 9 yen per kilowatt hour. でブラジルにおきましては、新しい、発電に関する契約が成立をいたしました時の値段というのが、これはソラーですけれども、キロワットアワーあたり、9円という値段であります。And even in the United States, where the fuel prices, in particular natural gas from shale, has become very cheap, the investment company Lazard reported earlier this year that large-scale solar and wind
both can outcompete fossil-based electricity generation without subsidies. アメリカにおきましてすら、アメリカというのはシェールガスが発見されたということによりまして、天然ガスの燃料価格というのがずっと安くなっている、そういう国ではありますけれども、投資会社でレザードというところが今年の初め、やはり報告書を出しておりまして、それによりますと、特に政府の補助金なしでも、化石燃料に基づいた発電価格に対して、十分競合できるようなものが大規模なソラーであり、風力であるというふうに言っております。In the United States, the Department of Energy reported last year that the year before, 2012, electricity from new wind power plants was supplied at about 6 yen per kilowatt hour. でアメリカのエネルギー省の報告によりますと、これは一昨年のデータですけれども、2012年には新規に建設されました自然エネルギーによる電力というのはキロワットアワーあたり6円であると報告しています。This year, they reported that in 2013 it was about 5 yen per kilowatt hour. そして今年の報告によりますと、2013年のその値段はキロワットアワーあたり5円になっていると報告しています。Again, in India, wind is described as cost competitive with coal already a year ago. でインドにおきましては、風力による発電コストというのはすでに1年前から石炭だけのものに比べて競争力を有するようになっていると。In Australia, wind power is built at 4 yen per kilowatt hour. オーストラリアでは風力発電所はキロワットアワーあたり4円のベースで建造されています。And going back to Europe, where some of the pioneering wind power countries are, in Portugal, the Portuguese power company EDP report that the cost of onshore wind power electricity is now 20% cheaper than gas and 1/3 cheaper than coal. 次にヨーロッパに目を転じてみましょう。ヨーロッパというのは風力発電に関しましてはパイオニア的な国が数々あるところでありますけれども、まずポルトガルの電力会社で EDP というところがあるのですが、彼らが言っておりますのは、オンショアの陸上の風力発電所の場合にはガス炊きの発電よりも 20% コストが安くなっているということを言っておりますし、石炭に関しましては3分の1安くなっていると言っています。And in Denmark, the real pioneer of modern wind power, the energy agency says that new onshore wind power will cost roughly half of that of coal or natural gas without any subsidies. からデンマークはまさにこの風力発電ということに関しましては真の意味のパイオニアといえる国でありますけれども、そのデンマークのエネルギー機関が発表しているところによりますと、新規建造されております風力発電の施設から発電されます電力コストというのは、これは石炭炊きあるいは天然ガス炊きのものに比べてコストは補助金なしですでに半分になっていると言っております。And this dramatic development of the industrial performance has also affected the old companies and the electricity market. でこのような産業でのパフォーマンスが劇的に変わったということが、古い会社やあるいは電力市場そのものにインパクトを与えるようになっています。Here you can see how the wholesale electricity market price in Germany has developed over the last 2 years for the future contracts for delivery in 2017. The price has dropped from 55 euros per megawatt hour to about 33. このグラフが示しておりますのはドイツの例ですけれども、この2年ぐらいの卸売電力の契約価格がどのように推移してきたかを示しております。これは将来すなわち2017年に引き渡されるであろう電力に対するその電力取引料金がどうなっているかということですけれども、これによりますとメガワットアワーあたり55ユーロから33ユーロまで下がるというふうに言われています。For the German electricity consuming industry, especially the electricity intensive industries like parts of the chemical industry and metal industry,
This has been a marvelous development, improving their competitive ability on the global market. で電力を消費する産業から見れば、例えば電力集約型の産業であります化学産業の一部とか、あるいは金属関係の産業などにとりましては、これは素晴らしい展開でありまして、グローバルな市場で勝負をしていくという上での競争力に非常に大きな改善要素となっています。But the German households are not fully enjoying this decrease in price, because they are also paying for the feed-in tariffs, especially for the expensive early generations of solar PV and wind that was built 5 to 10 years ago. しかしながらドイツの家計部門におきましては、このように新エネルギーの電力価格が下がったということに関するメリットを大きく享受しているというわけではありません。なぜならば家計部門というのは、この電力買取制度ということについて、やはり支払いを続けていかなければいけないというところがあるわけです。特に早い段階に作られました太陽光発電設備、あるいは風力発電、そういった5年とか10年前に作られたようなものに関する値段を払い続けなければならないからです。But those who suffer worst from the new technologies and industries developing are the old, less competitive industries based on fossil and nuclear power. しかしながら最もひどい影響を受けておりますのは、このように、新しい技術が発展し、そして新しい業界がどんどん変わっていくという中で、最も悪い影響を受けておりますのは、昔ながらのあまり競争力のない、そして化石燃料やそれから、原子力発電による電力に依存しているような、そういう業界であります。In the United States, where the electricity grid is weak, and frequent power cuts are another problem to the electricity using industries. There are examples of companies that have started to produce their own electricity and disconnected from the grid. アメリカにおきましては、系統電力の系統網が弱いようなところでは、しょっちゅう電力の供給が減少したり、あるいはカットされたりするようなところ、そういった地域におきましては、最も電力を消費するような産業は一番苦しんでおります。もういくつかの産業におきましては、もう系統電力から電力をもらうのはもうやめて、自分たちをそこから完全に切り離して、自前で発電をするというようなところさえ生まれております。In Europe, the reduced prices have made large power companies write off billions of dollars of asset values in their conventional fossil and nuclear power plants. それからヨーロッパの中の大手のその電力会社などにおきましては、非常に旧態依然としているような化学燃料に依存する、あるいは原子力に依存するような、そういったものに関連するような資産価値というものを、もう何十億ドルにもわたるようなものをもう焼却しなければならないと、そういったものはもう資産価値がないというふうにせざるを得ないような会社もたくさん出てきております。Already a year ago, The Economist reported that the European power companies together had lost €500 billion in reduced value of their assets as a result of renewable energy development. でこのような自然エネルギーの展開を受けて、すでに1年前にエコノミストがこのような評価を下しておりますけれども、ヨーロッパのこういった古い形の発電に依存しているようなパワーカンパニー、電力会社というのは5000億ユーロぐらいをもうすでに失ってしまったのではないか、自分たちが持っている資産価値がなくなってしまったということによる損失であります。German RWE lost money for the first time in its 60-year history. The French GDF Suez wrote off $20 billion, and in the US, a power company with a paradoxical name, Energy Future Holdings, had to file for bankruptcy. それからスウェーデンの会社で RWE という会社も60年の、歴史におきまして初めて損失を計上するということになりました。フランスの DF スエーズというところも200億ドルの損失を計上し、そして焼却しなければならなかったということがあります。それからアメリカのこの企業の名前が本当に皮肉的な名前なんですけれども、エネルギーフューチャーホールディングスという会社なんですが、この会社は破綻をしてしまいました。And some of you noted yesterday that the large German power company E.ON
decided to divide itself in two with the idea that they would spin off, sell the part remaining or taking care of all their conventional power plants in order to save the parts of E.ON that has value for the future. それから、今日の新聞に出たのをご覧になった方もあると思いますけれども、ドイツの電力会社でイオンというところがあるんですが、彼らは自分たちの会社、事業部を2つに分けるということを決めております。なぜ2つに分けるかといいますと、在来型の発電所を抱えているような部分を管理、それに対応するための部分というのはスピンオフさせる、あるいは売却をするということにして、できるだけ将来的に価値を持っているような部分だけを残しておこうというために、会社を2つに割るということを決めているのです。So the successful reduced cost for electricity from renewable available from decentralized power generation has had already an enormous impact on the conventional power industry in the world, and that development will continue.ということで、その分散型の発電が行われているということによります電力料金の、あるいは電力コストの大幅な引き下げということは、世界中の電力会社に対しまして大変な影響を及ぼしております。そしてこの傾向は続きます。And I think the same development will happen in Japan as well, maybe with some delay.And when it happens, electricity prices will be decreased for the electricity consuming industry and households, which will be a very nice thing. And for Japan, it is also important that while uranium and fossil fuels all have to be imported to Japan, with the renewable energy industrial development, Japan will suddenly be resource rich.Because solar, wind, geothermal, and biomass is available in Japan as well. 同じようなことが日本においても起こるかもしれません。若干の遅れはあるかもしれませんが、同じようなことが起こるでありましょう。で、このように電力価格が下がるということになりますと、電力を消費する産業にとっても、あるいは家計部門にとりましても、それは非常にいいこと、嬉しいことではありましょう。で、非常に大事なポイントなんですけれども、なぜそういうことが大事かと言いますと、例えばウラニウムとか、それから化石燃料というのは日本は輸入しなければなりませんけれども、再生可能エネルギーということになりますと、しかもそういう産業がどんどん発展をするということになりますと、日本にもたくさん資源があるではないかということになるからです。太陽光にいたしましても、風にいたしましても、地熱にしても、あるいはバイオマスにいたしましても、それは日本の国内にある資源だからであります。But I know that Japan has spent many years learning that Japan is energy poor.So it will take a few years to realize that Japan is energy rich. ずいぶん長年かけまして日本というのは資源がない、そしてエネルギーがない国なのだということが頭に染み込んでおられるかもしれません。ですから現実には日本というのはエネルギーリッチな国なのだということを認識するにはちょっと時間がかかるかもしれません。And it will be painful for many established power companies. And I hear.In Japan, energy companies making statements very similar to what European power companies did 20 years ago. でしかしこれは既存の日本の電力会社の多くにとっては苦痛を伴うことになるでありましょう。聞くところによりますと、ヨーロッパの電力会社なんかが20年前に発表していたようなステートメントを日本のエネルギー会社は今いろいろと発表しておられるとのことであります。This is an advertisement published by the German power companies together in 1993 when there was a nuclear power debate in Germany. And their statement here is that the renewable energy sources like solar, water, and wind can, in the long run, not more than 4% of the electricity, supply more than 4% of the electricity demand.
その良い例として、今ここにお見せいたしておりますのは、ドイツで1993年に、その電力会社がいろいろな他の会社、組織などと一緒になって出しました広告であります。で、この記事によりますと、自然エネルギー、太陽光や風力や水力というのは、長期的には電力の 4% 以上供給できないのですと書いてあります。And in 2013, Renewable supplied 25% of the German electricity and more 5% from solar PV only. で、2013年の実績はどうだったでしょうか。ドイツの場合には自然エネルギーでドイツの電力需要の 25% を供給したのであります。太陽光だけでは 5% です。To many, it was obvious already in 1993 that these claims by the power companies had to do more with protecting their economic interests than by any technical limitation. で、1993年当時も多くの人たちは分かっていました。電力会社の人たちがこういう主張をするけれども、それは技術によって制約があるからというよりは、自分たちがすでに有している経済的な利益を守りたいがためにこういう発言をしているんだと、そういうことは分かっていた人も多くありました。The same claims were made by power companies in Denmark, and here you can see how Denmark, as one of the pioneers of wind power, managed to increase its wind power contribution up to about 4% of electricity production or consumption in Denmark between 1980 and 1995. で、同じようなことがデンマークという本当に再生エネルギーに関しましてはパイオニアである国の電力会社によってもいろいろ言われております。で、この風力が電力にどの程度貢献をしたかということが1980年から95年までの間に 4% 総電力消費に占める割合がそういう数字でありました。If there would be more, they claimed, there would be problems in the electricity grid. そしてもしこの割合 4% という割合がもし増えたならば、系統電力に問題が発生するだろうと彼らは主張しました。They pretended it was a technical problem with the grid, whilst in fact it had more to do with them wanting to continue operate their large coal-fired power stations. で、あたかも技術的な制約要因というのがあって、系統電力上問題が発生するんだということを言いたがるように見えましたけれども、事実上は彼らは石炭炊きの大型の発電所を自分たちが事業として継続したかったのだということなのです。But in the mid-1990s, there was important electricity market reforms taking place in Europe, whereby the ownership and control of the transmission grid was separated from the ownership of the power plants. で、ところが1990年代の中頃になりますと、ヨーロッパの電力市場におきまして非常に大きな改革が起こりました。それは送電を受け持つところの所有権、それからコントロール権、そういったものと発電所自体、その施設そのものを所有するということとコントロールすること、それとが切り離されたということがあったのです。With an independent, neutral transmission system operator giving all power generators equal access to the market and ability to compete, development in Denmark could continue. で、新たな全くニュートラルな独立系の送電業者が発生するということによりまして、すべての電力の需要者に対しましてイコールな平等なアクセスを与え、そして競争することが可能になるということを導入したということによりまして、デンマークにおきましてもその増加傾向というのはどんどん増えていきました。So in the first half of 2014, wind power alone produced more than 40% of the electricity consumption in Denmark. ですから2014年の上半期だけでも風力発電だけで、デンマークにおける電力消費の 40% が賄われたのであります。But renewable energy is not one source alone. Any electricity system has a benefit if it combines the generation from many different sources. And solar and wind
have proven to supplement each other rather well. しかし、この再生可能エネルギーというのは、決して一つのエネルギー源ということではないのであります。電力システムがよく示したことでありますけれども、いろいろな異なったエネルギー源で発電されたものをいろいろと兼ね合わせる、あるいはそれをコンバインするということによりまして、電力システムには非常に大きなメリットが生まれるということが分かりました。そして特に太陽光と風力というのは、お互いにうまく補完し合うものであるということが示されるようになりました。These tables show how wind and solar supplement each other in Germany, where solar energy delivers much more power in the summer and wind power produces more electricity during the winter. でこのグラフを見ていただきますと、これはドイツの例なんですが、風力と太陽光と比較しておりまして、いかに補完関係にあるかということが分かります。太陽光というのは夏の間に相当の電力を発生いたしますが、風力というのは冬場、冬季になりますと、発電量が増えます。And when supplemented by hydropower and biomass-fueled thermal power plants, they can provide all the electricity needed in a power system. でそれにさらに補完するものといたしまして、水力発電、それからバイオマスを焚きます火力発電、そういったものをすべて兼ね合わせますと、すべての電力需要を満たすだけの発電が可能になります。But renewable energy is not only electricity, and in the German efforts not only to substitute nuclear power but also to reduce the consumption of fossil fuels, renewable heat generation is also an important part of the strategy. しかし、この再生可能エネルギーというのは電力を供給するということだけにとどまる話ではありません。ドイツにおきましては、まず原子力発電を少なくしようということもありましたけれども、それだけではなくて化石燃料の使用量も減らしていこうということがありました。でそういった観点からいたしますと、熱と電力だけではなくて熱を発生するということも非常に大切になってきます。In Sweden, we set a target in 2008 that by 2020 we should have 50% renewable energy of our total energy supply. スウェーデンにおきましては2008年にある目標が設定されました。それは2020年を目指して、エネルギー供給全体量の中の 50% は再生可能エネルギーで占められるべきであるという、そういうターゲットであります。And this was a target that I was responsible for as director of the National Energy Agency in Sweden. And I thought already from the beginning that the politicians were overestimating the problems of reaching the target. で私自身がこのターゲットを設定する案作成に携わったものであります。私は国家エネルギー機関の局長をしておりました、長官をしておりましたので、私自身がこれには、責任を持って携わったんですが、最初から私は感じておりました。政治家というのはこのターゲットを達成するためには問題があると、問題のみを過大評価しがちであると感じておりました。And in 2010, we told the government that we will reach the 2020 target within 2 years. You must raise it, otherwise it will be a very boring period of development from 2012 to 2020. で2010年の時に私どもは政府に対して言いました。もうあと2年内にこの2020年のターゲットというのは到達することが分かっている。だからそのターゲットレベルをもう少し政府として上げた方がいい。もし上げないということになると、残りの2012年から2020年というのはディベロップメント、開発という観点からは全く退屈極まりない数年間になってしまうであろうということを言いました。But the coalition government Sweden had at that time, they were unable to agree on any more ambitious targets. So that's when I decided that working in Japan was more difficult and important.
しかしながら連立政権でありましたので、当時はどうしても合意をすることができず、野心的なターゲットを少しレベルを上げるということができませんでした。その時です、私は日本で仕事をした方がより困難、難しい差はあるだろうけれども、しかし大事な仕事になるだろうと私はその時は思いました。The successful Swedish development is also largely achieved in the heating and cooling sector, where district heating is a major source of heating houses, in particular in cities, and most of the district heating is produced using biomass, often in cogeneration plants producing both electric power and heat, and possibly in some cases also cooling. スウェーデンがこういう大きな成功を収めたということで、熱の供給ということに関しても大きな成功を収めるようになりました。で、地域冷暖房というのは、これが一番大きな住宅に熱を供給するということの一番大きな源になりました。特に都市部におきましては、地域暖房ということで住宅の暖房が提供されました。で、その熱源といたしましては、バイオマスを燃やすということによって地域暖房が行われるということがありましたけれども、それと同時に熱電並給ということで、コジェネプラントで電力も熱も供給するということも行われました。And here you see the total use of bioenergy in Sweden. And bioenergy in Sweden is largely waste from forest industry, from the food industry, from agriculture and forestry. でこのスライドが示しておりますのはスウェーデンのバイオエネルギーの利用状況であります。でバイオエネルギーとスウェーデンの場合に言いますときには廃棄物、これは林産業からの廃棄物、あるいは食品業界からの廃棄物、あるいは農林事業からの廃棄物を意味しております。So we have tried to make troublesome waste and residues into valuable energy resource. で廃棄物というのはあるいは残り物というのは本当に厄介なものでありますけれども、それを価値のあるエネルギー資源へと転換したのであります。And it's used to produce heat, some electricity, and also a bit of biofuels for transport. でこの事業を行うことによりまして、まず熱を供給し、で一部電力も供給し、それからまた輸送部門で使われるバイオ燃料というものを生産するものにもこれは使われました。And here you can see the development in the energy used to produce district heating in Swedish cities. In the early 1980s, most of it was oil and coal, but today almost everything is biomass, waste heat from industry, some peat and some electricity, and very little fossil fuels. でこのグラフが示しておりますのはスウェーデンの地域熱供給であります。で1980年当時、最初の頃は石油炊きあるいは石炭炊きということがほとんどでありましたけれども、今ではほとんどがバイオマス、それから産業界が排出いたします排熱、それからピートというのもありますし、それからその他電力などもありますが、化石燃料というのは本当にごくわずかであります。And as I mentioned, to reduce our dependence on oil and also to reduce our greenhouse gas emissions, there have been efforts to increase the use of renewable fuels in the transport sector. And here too, Sweden has been quite successful, reaching a little more than 8% of transport fuels using renewables in 2012 already. 前にも言いましたように、我々は石油に対する依存度を下げたいということを思っておりますし、温室効果ガスの排出もできるだけ下げたいと思っておりますので、その面でのいろんな努力をしておりますが、その努力の一環といたしまして、自然エネルギーを運輸にも利用しようということがなされております。スウェーデンのこれは例ですけれども、2012年にすでに運輸利用といたしましては 8% 強を成し遂げております。But the important thing, where Europe has been an early driver,
but now other parts of the world are enjoying the results, to a large extent paid for by the German households, is that industrial learning has brought down the cost of renewables, in particular wind and solar, so that they are now competitive with conventional fossil and nuclear energy. 非常に大切なことですけれども、ヨーロッパというのは自然エネルギーを開発していくということに関しましては、早期の早い時代のドライバーでありましたけれども、今や他の国々もこのような努力がなされた、進展が起こったということの結果を享受するようになっておりますが、そのせっかく享受されております、メリットの多くというのは、ドイツの家計部門、ドイツの家庭が支払っているということも言えるわけであります。いずれにいたしましても、こういった新エネルギー産業の学習曲線というのがこういうふうにコストを下げると、特に風力とそれから太陽光に関しましてコストを下げるということにつながりましたがために、今では自然エネルギーの産業というのが在来型のエネルギーあるいは原子力発電などに比べましてもコスト競争力を持つようになったのです。This makes possible continued economic growth for all people in the world, because unlike fossil fuels or uranium, you will not run out of solar energy or wind power. こういう状況になるということは、世界のあらゆる人々が経済成長を継続させるということを可能ならしめているのであります。なぜならば、ウランとか化石燃料とかそういったものはいずれ枯渇いたしますけれども、自然エネルギーというのは風力にいたしましても太陽光にいたしましても枯渇するということがありません。And I heard the Chinese planners enjoying the fact that the more they succeed to increase their consumption of electricity from renewables, the more experience the industry gains, and the lower the cost will be for further electricity use. で、私が聞いたところによりますと、中国の企画を担当している人たちというのは以下のような事実があるということで非常に、嬉しく思っているとのことであります。それは自分たちが再生可能エネルギーを使って電力を作り、そしてそれを中国の人たちが多く使えば使うほどエネルギー業界というのは経験を蓄積し、それをもってさらに電力のコストを下げることができ、さらに電力の消費をこれからも増やすことにつながっていくと、そういう事情が生まれているということで、中国の企画担当の人たちはとても喜んでいるそうです。This was more fun than planning to buy more gas and oil on the world market, where they understood that the more they bought, the more expensive it would get. そうでない場合というのは、世界の市場に出ていって石油やガスを買わなければいけません。彼らは経験上知っております。買いたいと思ってたくさん買えば買うほどどんどん値段が上がっていくという、そういう状況です。そういうところでエネルギー源を買ってこなければいけないというよりは、こちらの自然エネルギーでやる方がずっと楽しいわけです。And the global growth of renewable electricity generation is certain to continue. It is unstoppable. 世界の非化石燃料の発電水というのはこれからどんどん継続していくでありましょう。この勢いを止めるということは誰もできません。But there is now an industrial competition between, in particular, the US and China in actually controlling the new competitive technologies and the indirect benefit that that gives.may be more important than the control of oil and gas resources in the past. でしかしながら今や米中の間で産業競争が起こっているということがよく言われております。それはこの新しい競争力のある技術を誰がコントロールするのかということに関する、競争であります。米中の間の競争です。そしてまたそのような新しい競争技術がもたらすであろう間接的なメリットをめぐってでもあります。でひょっとしたら今まででしたら石油やガスを誰がコントロールするかということの方が大事だったかもしれませんけれども、これからはこちらのコントロールをめぐる競争の方がより大切になっていくでありましょう。But while control of energy technology may be seen as strategically important, the relief you may feel when you have solar and wind power as your sources and do not depend on imported fuels is for countries like Sweden or Japan that do not have any fossil fuels.
quite a wonderful development that we could all enjoy. このようにエネルギー技術を誰がコントロールするかというのは戦略的に大事なことかもしれませんけれども、しかしながら例えば輸入エネルギー源というものに依存しないで太陽光とか風力とかそういったものをエネルギー源として自分たちのエネルギーを賄っていくことが可能になるというような事態そのものはスウェーデンとか日本のようなエネルギーのリソースがない国にとりましては、これは本当に素晴らしい展開、素晴らしい進捗であろうと思われます。So thank you for listening and thank you for translation. And we made it with 3 minutes to go before the dinner. これをもちまして私の冒頭発言は終わります。で、ちょうど与えられました時間の3分を残して終わることができました。どうもコーベリエルさん、ありがとうございました。それじゃあ井田さん。はい、Thank you so much. Fine, excellent presentation. Your talk is always inspiring, and we are very happy that you took very, very difficult job here in Japan working for energy. 素晴らしいプレゼンありがとうございました。いつもあなたの話には触発されるところが多いし、示唆に富むことが多いものであります。そしてそういうあなたが日本で仕事をすることを選ばれたというのは本当に嬉しいことです。First, I will ask you a few questions in Japanese, and after that we will open the floor to your question and comment. それでは日本語で質問させていただきまして、その後聴衆の皆さんからも質問を取りたいと思います。最初の質問なんですが、今日ですね、経済産業省の省エネルギー、ちょうど再生可能エネルギーに関する小委員会というのがありまして、そこで日本のユーティリティがレイズした問題に関するフィットの改革などというのを議論しています。フィットのリフォームを経験して、その中で議論されていることは出力抑制であるとか、系統増強に非常にお金がかかるとかですね、場合によっては蓄電池をいっぱい入れなきゃならないとかで、フィットの拡大によって急増してきた太陽光の拡大にブレーキをかけようということを言っているのですが、欧州の経験からですね、これに関してどう見てらっしゃるかというのが最初の質問です。Well, there is an enormous difference between the situation in Japan, where the electric power companies owns all these old nuclear, coal, and other thermal stations that run the risk of being outcompeted by new renewables, and also controls the grid. 日本と他の世界では非常に状況が違うというところがあります。それはまず日本の場合には電力会社がもうすべて非常に老朽化してしまったような原子力であり、石炭炊きであり、とにかく火力発電所の施設を電力会社が所有し、しかも再生可能エネルギーによって競争力を失ってしまうかもしれないようなそういうリスクをはらんでいる施設を所有し、しかも系統電力グリッドも持っているというその事情が全く違います。And on the other hand, the European situation where the transmission system has been separated from the ownership of power plants. ところが欧州の場合には発電所を所有するということと送電は分離されております。And the transmission system operator is responsible to make sure that there is always the voltage and the frequency in the grid that there should be, and anyone who wants to produce or consume electricity must sign an agreement where one of the two parties take responsibility that there is a balance between what is fed into the system and taken out. And the transmission system operator ensures that that is done, and that those who fail pay the cost of their failure.
で送電を担当する事業者というのは常に、グリッドに対して必要な電圧を持った、そして必要なフリクエンシーを持った電力というのが供給されていなければならないということに責任を持ちます。ですから電力を生産する、あるいは電力を消費したいと思う者は誰であっても必ず契約書に調印をしなければならず、そして一社あるいはどちらかの当事者が責任を持ってその系統に何を入れて系統から何を出すのかというところに関してはバランスが取れるように責任を取らなければいけないということが明記されます。ですから送電事業者というのはまさにそういったバランスを取るというための責任を有している事業者であり、もしそれができないというところがあれば、そのフェイリア、それができなかったというその破綻のコストはそのできなかったところが持たなければなりません。With the European system, all information is publicly available on the value of electricity at each moment in time, where there are constraints in the transmission system. Everything is available real time on the internet. 欧州のシステムでは、この電力がどれだけ利用可能になっているかということにつきましては、完全に情報は公開されております。すなわち、もうそれぞれの時点において、その電力というのはどういうバリュー、どれだけの価値を持っているものであるのか、またどういったところが送電上制約ポイントになっているのか、ネックになっているのか、そういった情報はすべてリアルタイムでインターネットで見ることができます。In Japan, the power companies who control both the grid and the power plant do not provide this information, and they're able to use their monopoly over information and knowledge to give decision makers in ministries and politicians an incomplete picture and provide suggestions for decisions that are not justified from the perspective you have with the experience from Europe. ところが日本の電力会社というのはグリッドも系統電力もそれから発電所施設、それも両方コントロールしているわけでありますので、このような情報を提供してくれません。そしていわば情報と知識に関する独占状態ということを彼らは利用いたしまして、意思決定者あるいは省庁の人たちあるいは政治家に対しまして不完全な図式というのを提供するわけであります。そしてこういうことを決定したらいいですよというような提案をするわけですけれども、その提案というのは欧州の経験からすれば決して正当化することができないような、そういう決定を提案するのであります。So, look at the experience in European countries. Look at Spain, which is a rather isolated electricity system with a very high penetration of wind and solar today. And the idea of putting in batteries is something that they would almost laugh at, because that is not the cheapest way of managing a large share of wind power in the system. ですから欧州の経験をぜひご覧なさいということです。スペインの経験をご覧なさいということです。スペインというのは電力システムといたしましては割合とヨーロッパの中でも孤立した独特なシステムを持っている国ではありますけれども、そこであれだけの風力と太陽光の普及率が達成されているのであります。で、その蓄電機を導入しようみたいなアイデアなんていうのはスペインの人たちに言わせたらもう本当に笑い飛ばされてしまうようなものでありましょう。蓄電機などというのは特に風力に関しましては風力管理に関しましては決して安くないやり方だからであります。So, just one more sentence on this question. The most important reform is the ownership unbundling of power plants and the transmission system. Not only because it makes the operation of the transmission system more efficient, but because it makes information and knowledge about how the electricity system works available in such a way that any further decision can be based on better understanding among politicians and people in general.
あと一つだけ言わせてください。一番大切な改革というのは、やはり発電所の施設を所有し、コントロールするということと、送電をするということを切り離す、アンバンドルするということであります。それは何も送電をするということ自体を効率化するということだけが目的なのではありません。とにかく電力制度というのはどんなふうに機能するものであるかということに関する情報と知識、そういったものを利用可能にする、アベイラブルにするというためにも、その発送電の分離ということは何よりも必要なことだと思います。それがあってこそ、さらなる決定がより良い形で、政治家にしろ、あるいは一般の国民にしろ、より良い理解ができるような形で提供されるのであります。ちょっとフォローアップなんですが、日本も16年から18年にかけて、電力システム改革というのをやることになっています。でそこで検討されているのは、今おっしゃったような所有権分離ではなくて、法的分離にとどまりそうなことということになっています。まだこれでは日本の電力システム改革というのは遅すぎるし不十分だとお考えでしょうか。I was on the Swedish government energy commission in the mid-1990s, where the decision on re-regulation of the Swedish electricity was done. We had some discussions on step-by-step reform of the market, but realized that each step towards the desired end result would create incentives for a lot of strange behavior. So we found the only possible way of reaching an open competitive market to do it all at one time. So we changed everything at midnight on New Year's Eve. 私は、エネルギー委員会といいますか、その審議会といいますか、エネルギー、委員会に90年代にスウェーデンの政府で仕事をしたことがあります。で、エネルギー委員会というのは当時、スウェーデンの電力事情を規制強化する、あるいは再規制を導入するというようなことに関しましての決定をするためのいろいろな審議をしたわけですけれども、その時に確かに議論したことを覚えております。まず電力市場の改革といってもステップバイステップでやった方がいいんじゃないかという議論も確かにありました。しかしその時に分かったのは、ステップバイステップということで一段階改革をすると、必ずその段階ごとに何か非常に変な不思議な行動につながるようなことに対してインセンティブが働くという事情が生まれるというふうに我々は考えたのであります。ですから本当の意味での開かれた、そして競争力のある市場に持っていくためのやり方というのは一挙にやるしかないんだということに結論付けたわけであります。ですからある年の大晦日の夜中に全てを一気に改革いたしました。There are two big problems in Japan in the energy sector. One is that the electric power companies, the regional electric power companies, own the transmission system. The other is that the same electric power companies have a lot of nuclear power plants that should be decommissioned, and they don't have the money to do that. 私は日本のエネルギーセクターには2つの大きな問題があると思っています。1つの問題は地域電力会社が送電事業を所有しているということ、それから2つ目の問題として、その同じ日本の電力会社の非常に多くが、原子力発電所を持っているということ、しかも本来もう廃炉にしなければいけないような、あるいは稼働を止めなければいけないような原子力発電所を持っているのに、お金がない、資金が十分にないがために廃炉できないでいるというその問題です。You could solve both at the same time if the government said that the government will take over the liability for nuclear decommissioning, and at the same time the power companies would hand over to the government the transmission system.
And if any power company started arguing about the cost or the value of these liabilities and assets, they should understand that the value of the transmission system depends on how the government regulates the right of these monopolies to charge customers, and the cost of nuclear decommissioning is also to a large extent decided by the way it is regulated. So the government actually has power, and the electric power industries should be a little humble. But electric power companies tend not to be too humble. ですから政府がもう以下のようなことを言えばその一夜にして一挙にやる改革というのはできるはずなのです。すなわち、原子力発電をやめる廃炉にするということから発生するであろう負債、そういったものは全部政府が引き受けますと。それからそれと同時に電力会社が持っている送電事業というのもこれも全部政府の手に渡しなさいということであります。で電力会社の方はいやそれだけの我々はそれだけのいろんな事業をやっているし施設を持っているんだから資産にしろ負債にしろそれにはこれこれのコストこれこれの価値バリューというのがあるはずだうんぬんかんぬんと言うでありましょうけれども、その時に電力会社が理解しなければならないのはその送電事業あるいは送電線そういったことの価値というのは政府がそれに対してどのような規制をするかということによってその価値は決まってくるのであるということ、それからまた電力会社が今は独占のような形でカスタマーに対して電力料金を決める権限を持っていますけれども、それも政府が規制をするということによってそれは変わってくるのであるという事実、それからまた原子炉を廃炉にするにしてもそれもどれぐらいコストがかかるかというのも政府がどんな規制をそこに課すかということによって決まってくるんだという事実があるということ、このことを全部勘案いたしますと政府というのが全てパワーを持っているではないかということに気がつくはずなのです、電力会社は。ですから原電力会社の方はもう少し謙遜してもう少し政府がこれだけの権力を持っているということの事実をしっかりと見極めるべきでありますのに、どうも電力会社というのは全然ハンブルにはならない傾向がありそうです。ありがとうございます。もしじゃあそろそろこれでフロアから質問があれば。はい、じゃあ表さん、マイクはこれから。そちらのマイクロフォン。Please use one of those standing microphones. 朝日新聞の大牟田と申します。今日はありがとうございました。大変面白いご発表だったというふうに思うんですが、日本ではですね、どうもエネルギーというと電力にちょっと話が偏りすぎではないかなという気がしていまして、途中にありましたようにもう少し熱の問題をとかですね、そういったところも非常に重要だというふうに考えています。それで、スウェーデンでのご経験、それからヨーロッパの状況をよくご存知のトーマスさんとしてですね、そのあたりを日本のそういう熱の状況だとかそういったものをどう見ておられるかいただけますでしょうか。I should be a little humble when it comes to these because I have not spent much time studying statistics or details. But my impression so far is that if you look at energy efficiency in houses, is generally not as well developed here as in Europe, or in particular as in Sweden. I believe there is an attitude in house construction in Japan that you build houses that you do not intend to use for as many years as when we build them in Northern Europe, where we usually build them to last for 100 or more years, which makes us more willing to invest in reducing the energy cost of the house. Now, even in Northern Europe, houses are often built with the ambition to be sort of zero energy houses or passive houses, meaning that you spend quite a lot on insulation, triple glazed windows,
and very efficient installations, and then often supplemented by solar water heating and solar PV for some electricity production. Energy efficiency is often extremely cost efficient compared to buying heat, especially if you have a long lifetime of the house. I think there is a lot to do in this area. この問題に関しましては少し私は謙虚にならなければいけないと思っております。というのは統計数字を把握するとか詳細にわたって知っているという状況ではないからです。ですからあくまでも印象論になってしまいますけれども、住宅のエネルギー効率ということを考えますと、日本の事情というのはヨーロッパあるいはスウェーデンのような国の状況ほどは発達していないなという感じがいたします。なぜならば日本で住宅産業、日本の住宅建築産業におきましてはどちらかといいますと、住宅というのはもう長く持たせるというような発想が少し少ないのではないかという感じがいたします。北欧ですと100年以上持たせる家という発想であるんですが、日本の住宅の場合にはそこまで長く持たせないというような発想があるのではないか、少なくともそういう態度が見られるのではないかという気がいたします。ですから100年以上も持つ家でありましたら、どうしてもエネルギーコストということには十分投資をしなければいけないということは当然認識するわけであります。今では北欧などでは住宅を建てるときには例えばゼロエネルギーハウスとか、エネルギーは全然使わないハウスでありますとか、パッシブハウスというような言い方が使われております。非常に野心的な住宅の考え方なんですけれども、要するに断熱をしっかりとやるということ、あるいは三重窓といいますか、そのガラスにいたしましてももう三重に焼き付けたようなガラスでもって断熱効果をしっかりと出すと、エネルギー効率の高い住宅を作ろうという方向になっています。あるいは太陽熱でもって温水を作るとか、あるいは太陽光パネルを取り付けまして電力もそこで作るとか、そういったことが発想されているわけですけれども、エネルギー効率というのは結構コスト効果が私は熱を買ってくるよりはずっとコスト効果が上がるものではないかと思っております。特に家が長持ちするという発想をすれば、熱を他から買ってくるというよりはエネルギー効率を上げることの方がコスト効率は高いと思います。But then when you are going to produce heat for heating houses, it is always superior to any other solution if you can co-generate electricity and heat. When you burn a fuel, produce steam, drive a turbine and produce electricity, then you need to cool the steam on the other side of the turbine, and in conventional thermal power plants, that cooling water is usually just let out into the sea or to a lake or a river. But in almost all Swedish cities now, there are cogeneration plants where you distribute the cooling water through pipes throughout the city and heat all the buildings. And you paid for the cooling water, which makes it economically enjoyable. しかしながら熱を作るというとき、例えば暖房のために熱を作るという場合にはどうしても考えなければいけないのは、何よりも優れた熱の供給というのはコジェネだと、熱電並給だということです。例えば燃料を燃やして蒸気を発生させてタービンを回して、そして電力を発生させるということになったら、必ずやそのシステムの向こう反対側のところではその発生した蒸気を冷やさなければいけないということで、冷却水が必要であるということになります。在来型の火力発電所ではこの冷却水というのは大体海に流すか湖に流すか川に流すか、そういうことが行われておりますけれども、今やスウェーデンの都市のすべてにおきましてはコジェネ熱電並給ということがなされておりまして、クーリングウォーターというのがパイプで循環するようになっており、そして熱も供給されておりまして、これは経済的にも非常に効率的な、経済的にもよく見合うシステムになっています。And then when you have district heating systems, we have often discovered that there were industries close to the cities that produced waste heat. Pulp and paper industries, refineries, steel industries, getting a lot of hot water from the cooling of their processes. And then these district heating systems could be used to make that useless waste heat into a valuable heating resource.
often also improving the competitiveness of these industries that could sell and be paid for what was previously just waste heat. それから地域暖房ということを考えるときには、往々にして我々が知りましたのは、大体が都市の地域暖房を計画すると、近くには大体産業がある、工場がある。で、工場というのは何らかの活動するためのプロセスを冷却するために排熱というのが出てきます。例えば、紙パ産業であるとか、石油精製業とか、鉄鋼産業とか、そういったところは必ず排熱というのが出てきます。それは全く無駄になって捨てられるだけの熱なんですけれども、それを使うことができるということであれば、全く価値のなかったものに価値が生まれるというわけです、地域暖房におきまして。そうなりますと、産業界の側でも、今までだったら全く無価値な熱として捨てていたものが売れるわけですから、売れるということは、それに対する対価が支払われるということで、その当該産業にとっての競争力のアップにもつながるのです。But I have understood that building infrastructure like that is complicated in Japan because of the way legislation on land use is structured here. But maybe it would be an opportunity when rebuilding some of the cities in the Tohoku area to try such district heating and possibly district cooling systems. 日本におきましては、土地利用ということに関しまして、欧米とは違う法体系になっているためになかなかそういったインフラを構築することが難しいということは伺っております。ですから、例えば東北の被災地などにおきまして、復興するときに、このような地域暖房、あるいは地域冷暖房ということに取り組まれる一つのチャンスがあるかもしれないなとは考えております。ありがとうございます。他どうでしょう、フロアからもし質問があれば。じゃあ僕一つ聞いて、今なんかいいお話ばっかり伺ったので、スウェーデンの方のお話で一般の人のお話を伺いたいと思うんですけど、基本的には、ドイツのように脱原発はしてなくて、現在も、先ほど伺いましたけど、エネルギー圏で 40% ぐらいが原発ということで、今のお話ですと、その風力とか太陽光の値段が下がっていけばですね、そういった、新しい状況になれば少し、考えて、一般的な国民も原発の支持が高いという国だと思うんですけども、そういったことと、その政権が保守に触れようが斜面に触れようが新規な、原発を作らないという国でもあるわけですけども、結局この日本と同じように10年20年、原発がスウェーデンではどういうふうになっていくかというふうにお考えですか。Swedish public opinion on energy can be caricatured, saying that we all agree that it's horrible to use oil, and we're about 50-50 split on whether we like or dislike nuclear. スウェーデンの世論でエネルギーに対してどう考えているかということに関しましては、ちょっとカリカチュア化した、ちょっとギガ化したような言い方になるかもしれませんけれども、全員が石油を使いというのはひどいことだと思っている。それから原子力発電がいいか悪いかということについては大体 50-50 で割れております。But I think it is changing for the long term now, as many people who previously liked nuclear because they thought it was a low-cost option are now becoming more skeptical as they realize that even continued operation of the nuclear power plants we have is very costly compared to the electricity prices and the cost of new sources of electricity.
しかしながら、今の時点で長期的にはどうかということについては、私は意見は変わりつつあるのではないかと思います。なぜならば、多くの人たちは、以前は原子力はいいなと思っていた人もたくさんいました。なぜならば、これは低コストのオプションだというふうに思っていたからです。そういう人たちでさえ、今では、今ある原発を継続することだって、新エネルギー、あるいは自然エネルギーで発電されるものの電力料金、あるいはその発電コストに比べたら高くつくではないかということを認識しつつあるからです。So I dare to predict that we will see in the coming years the power companies starting to close down nuclear reactors for economic reasons. Some of the large power companies may try to sell the nuclear reactors to other companies who will then go bankrupt in order to avoid some of the long-term decommissioning costs. So it will go from being seen as a national asset to be seen as a national liability. で、私、あえて予測をいたしますけれども、スウェーデンの電力会社は、経済的な理由でもって原発を閉鎖していくというふうになるのではないかと思います。また、大手の電力会社のいくつかは、自分たちの持っている原子炉を他の企業に売りたいと、売ろうと思うところも出るかもしれないし、また、廃炉に至るまでのコストが高すぎるということで、倒産してしまう、あるいは破綻してしまうということも、その廃炉のコストというのは長期にわたって非常に高いので、倒産破綻をしてしまうというところも出てくるのではないかと思います。ですから、その原子力施設を持っているということは、国家的な資産であったものが負債というふうに見なされるようになるのではないかと思います。ありがとうございます。他フロアからいかがでしょうか。なければちょっとまだ時間あるようなので、私から。ドイツ、非常に成功例だとおっしゃったんですが、日本ではですね、結構いろんなことが言われていて、家計はフィットの、料金で電力料金が上がって困っているとかですね、産業界外に出ているとかですね、あるいは、バックアップで、火力を焚かなきゃならない、しかも原発をやめるということは不可能で、近年石炭火力が増えていると、政権幹部もですね、これから石炭火力は捨てられないというようなことを言ったということが伝えられているのですが、こういうドイツの成功例への批判というのをどう見てらっしゃるか、どうお答えになるかという聞かせていただければ。Well, I think you must acknowledge that the price paid by the German households for their Energiewende and their introduction of large amounts of, in particular, solar, has been very expensive for them. So instead of saying it's just a success, I would say that the German households have made an heroic contribution to global development. It is expensive, but it has been very constructive. 私はまず認めなければならないことがあると思うんですけれども、その電力料金ということに対してドイツ国民が支払っている部分というのは、これは特に太陽光を導入するということにあたっては非常に多額のお金を払わなければならなかった、高くついたというのは、これは認めなければならないと思います。ですからドイツでの経験を成功物語というのではなくて、ドイツの家計部門があれだけの負担をしたというのは、これはグローバルなエネルギーの状況のためには英雄的なヒロイックな貢献をしたのだというふうに言うべきだと思います。高くつきましたけれども、極めて建設的であったというふうに言うべきだと思います。The costs and the increase of, in particular, solar has been much higher than the German politicians anticipated, because the German politicians overestimated all from the beginning the cost of building solar, set the tariff too high, and the increase in investment was much faster than they anticipated, and therefore the cost.
まずドイツのコスト、特にその太陽光を導入するためのコストの伸び方というのは、政治家が予測をしなかったような形で伸びたと思います。なぜならば、ドイツの政治家というのは、そもそも非常に過大評価を最初からしておりました。太陽光発電のコストにいたしましても、過大評価をいたしまして、そのフィットにしても非常に高いところに設定をして、それからまた投資がどれくらい必要かということに関しても、予想よりも非常に高いレベルで投資が推移したということもありました。But now, as they have been so dramatically successful in starting a global change of energy supply, there are many strong economic interests who do, as you indicated, spread a lot of rumors and more or less false criticism against the German development. しかしながら、これだけドラマチックに成功したと、それからまたエネルギー供給ということに関しましては、グローバルにいろんなことが変わったということがスタートし始めているという状況になりまして、経済的な利益に動かされた形で、あなたの質問の中でちょっと示唆されておりましたように、噂があえて広められるとか、あるいは根拠が誤っているような批判がドイツの成功に対して語られるように今やなっております。This table or diagram shows the electricity production in Germany during the last 24 years or 23 years. As you can see, renewables plus nuclear has been increasing, thereby decreasing the need for fossil production. でこの表をご覧ください。この表はドイツにおける、電力供給で過去23年ぐらいを取ったものであります。ご覧いただきますように、再生可能エネルギープラス原子力が増えておりまして、それが増えているということは化石燃料に対する必然性が下がっております。After 2013, those who wanted to spread negative rumors about Germany said that the coal use had increased because of this policy. で2013年以降のことに関しましては、ドイツに関してマイナスなことを言いたいような人たちというのは、このような政策をドイツが取ったがゆえに、石炭の利用がこれから増えるであろうということを主張し始めました。But as you can see, the combination of lignite, coal, and fossil gas actually decreased in Germany. しかしながら、このグラフを見ていただければ分かりますように、石炭の一種であります褐炭と、それから、化石燃料から出てくるガスというのは実際に減っております。And the reason coal outcompeted gas had nothing to do with any German policy, but was because the global market price for coal decreased, and at the same time the European emission trading on carbon dioxide had a very low price on carbon dioxide, making coal more competitive with gas than before. So coal substituted gas in Germany. しかしながら最近言われております石炭の方がガスを凌駕しつつあると言われていることは、何もドイツの政府が取りました政策とは全く関係ないことであります。グローバルに石炭の市場価格が下がったということがあります。それから二酸化炭素に関するヨーロッパの排出権取引というのがありますけれども、その排出権取引におきましては、この CO2 に対してつけられている値段が非常に低いということがあります。したがって石炭の方がガスよりも競争力を持つようになっていると、そういう事情がすべて相まって石炭の方がガスよりも競争力があるという状況に今なっているのです。It was even so that German coal-fired power plants outcompeted gas-fired power plants in neighboring countries, in particular in the Netherlands. So the export, which you see at the bottom, increased to the highest level ever. ですからドイツのガスだけ火力発電所よりも石炭火力の方が競争力が上がりまして、特に隣国オランダなどに対しては競争力を非常に有するようになったために、下の方に出ておりますように輸出が大きく伸びております。
And as Germany was an exporter, the electricity price in Germany was the lowest of all neighboring countries. And for the electricity-intensive industry, which is not paying for the feed-in tariff, they have had dramatically reduced electricity prices. And there's absolutely no reason why a German company would leave Germany for electricity price reasons. It would be the other way around. それからドイツというのは電力を輸出している国でありましたので、電力料金というのは最も安い国の一つでありました。そして電力を集中して使うような産業に関して言えば、もうフィットを払うということを彼らはしていないわけでありまして、自分たちが払わなければならない電力料金というのはドラマチックにそういった産業界というのは下がっているのであります。ですからドイツの産業が電力が高くなったがためによそに出ていくなんていうこと、これはありえない話でありまして、その逆で出ていこうと思っても絶対に出ないで残っている方がずっと電力料金が安くて助かるという状況なはずです。But those who want to disinform mix up the electricity price effect with the effect that some German chemical industries dependent on natural gas as a feedstock have found that in recent years, because of the shale gas development in the US, gas is available at much lower price in the US than in Central Europe. But that has nothing to do with German energy policy or the energy technology development there. それからドイツのことについて誤った情報を流そうと思うような人たちというのは、情報をいろいろごっちゃにして提供するということがあります。例えば電力価格がもたらす効果を議論するときに、ドイツのケミカルインダストリーというのは天然ガスをフィードストックとして使っているような場合に、アメリカでシェールガスが発見されたということによりまして、ガスの価格がアメリカの方がずっと安いというふうに感じている化学会社があるというのはあるでしょう。で、例えば中央ヨーロッパで産出されるガスよりもアメリカのガスの価格の方がずっと安いということで、海外に移転するというところもあったかもしれませんけれども、それはドイツのエネルギー政策とは何ら関係のないことであるし、それからまた自然エネルギーに関するテクノロジーの発展ということにも何ら関係のない話であります。どうもありがとうございました。時間もそろそろなので、それでははい、これで今日終わらせていただきますけど、神戸レイさんにですね、一言お書きいただいて、もう今のお話に尽きるんですけど、日本は再生可能エネルギー産業の発展によりエネルギーリッチになるということで、なんか断言していただいた未来形ですけども、そういうことで、今日は終わらせていただきたいと思います。お礼に、日本記者クラブ特製のネクタイをお渡ししたいと思います。どうもありがとうございました。